皆さん、ちょっと待ってください。今からお見せする内容を聞いたら、きっと自分の耳を疑うはずです。$11,400、日本円でたった170万円ほどで、まるで高級ミニバンのような装備を詰め込んだ未来型ワゴンが存在するとしたら、あなたは信じられますか？実はこの数字、多くの自動車専門家ですらそんな価格で成立するはずがないと驚くレベルなんです。12.3 インチのデジタルディスプレイが2枚、スマホと連動して自動で開くスライドドア、上位グレードのミニバンにしかないようなリクライニングシートまで、本来ならこの倍以上の価格でも不思議ではない装備がぎっしり詰まっています。もしこれが本当に日本市場に導入されたら、トヨタのノアやボクシー、日産セレナといった定番モデルは真っ向から価格競争を迫られることになるでしょう。実際、既存メーカーの担当者たちがこのコンセプトを見たら、間違いなく冷や汗をかくはずです。それほどまでにインパクトのある内容を、今日はこの動画で余すことなく徹底解剖していきます。しかも今回ご紹介するアイデアは、単なる妄想では終わりません。日本の自動車業界がこれから向かう、価格破壊の未来を先取りした、非常に興味深いヒントが詰まっています。この動画を最後まで見れば、これからのミニバン選びの常識がガラリと変わるかもしれません。途中で目を離した瞬間に、一番衝撃的な部分を見逃してしまうので、絶対に最後まで席を立たないでください。それでは早速、この驚きのコンセプトワゴンの全貌を一緒に見ていきましょう。さあ、始める前にお願いがあります。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてコメント欄で、皆さんが今どこからこの動画を見てくれているのか、ぜひ教えてください。皆さん、こんにちは。DM オートレビューズへようこそ。今日は絶対に見逃せない動画です。わずか$11,400で買える、未来的なワゴン型ミニバンのコンセプトを徹底解剖します。もしこの価格で本当にこんな車が出たら、日本の自動車市場はひっくり返るかもしれません。最後まで見ないと後悔する内容なので、ぜひ最後までお付き合いください。まず最初にお伝えしておきたいことがあります。今日紹介する車は、実際に発売されている量産車ではありません。私たち DM オートレビューズが、もしこんな車があったら、という想定のもとに考えたコンセプトカーです。あくまで空想上のアイデアとして楽しんでいただければと思います。ただ、その内容は本当に夢が詰まっていて、既存のミニバン市場に一石を投じるようなアイデアばかりです。このコンセプトワゴンの外観から見ていきましょう。全体のシルエットはクラシックなステーションワゴンをベースにしながら、フロントには薄型の LED ライトバーを配置し、まるで SF 映画に出てくるような未来感を演出しています。ボディラインはシャープでありながら、後部座席の乗り心地を考えて前高を少し高めに設計。これによって、街中を走る実用的なワゴンでありながら、遠目には近未来のコンセプトカーのような存在感を放ちます。ホイールは16インチのエアロデザインで、空気抵抗を減らしつつスタイリッシュな印象を与えるようにイメージしています。カラーバリエーションも、メタリックブルーやパールホワイトなど、若い世代にも受け入れられそうな色を想定しました。そして注目すべきは価格設定です。もしこのクラスの車が$11,400、日本円にしておよそ170万円前後で買えるとしたら、既存のコンパクトミニバンよりもかなり手頃な価格帯になります。トヨタのノアやボクシー、日産セレナといった人気ミニバンと比較しても、破格の安さと言えるでしょう。もちろん実際にこの価格を実現するのは簡単ではありませんが、もしメーカーがコストダウンの工夫を重ねて実現できたら、家族向け車市場に新しい選択肢が生まれることは間違いありません。ここで一つ、覚えておいてほしいことがあります。安い車には必ず理由があります。今日ご紹介するアイデアが本当に魅力的に見えても、実際の量産化にはバッテリーコストや安全基準、部品調達など乗り越えるべき壁がたくさんあります。次のパートでは、
この夢のようなコンセプトの内部、つまりインテリアと機能について詳しく見ていきますので、絶対に見逃さないでください。続いてインテリアです。このコンセプトミニバンの最大の魅力は、価格帯を超えた高級感にあります。想定している内装は、シートにソフトタッチの合成レザーを使用し、ステアリングホイールにはピアノブラック調のパネルをあしらいました。ダッシュボードには 12.3 インチの大型ディスプレイを2枚並べて配置し、運転席側はデジタルメーター、助手席側はエンターテインメント用のスクリーンとして使うイメージです。後部座席には、上位グレードのミニバンによくあるような、リクライニング機能付きのキャプテンシートを採用。長距離ドライブでも疲れにくいよう、腰回りのサポートを強化した設計を想定しています。さらに面白いのが、スライドドアの開閉方式です。今回のコンセプトでは、スマートフォンのアプリと連携して、車に近づくだけで自動でドアが開く機能を盛り込みました。両手が荷物で塞がっている時や、小さなお子さんを抱っこしている時に、この機能があれば本当に便利だと思いませんか？また、車内には空気清浄機能付きのエアコンシステムを搭載し、花粉や排気ガスの侵入を抑える工夫も加えています。日本の四季を考えると、こうした機能は多くの家庭に喜ばれるはずです。パワートレインについても触れておきましょう。このコンセプトでは、小型のハイブリッドシステムを採用し、街乗りでの燃費性能を重視しています。想定燃費はリッターあたり25キロ前後で、毎日の通勤や買い物に使う分にはガソリン代の負担をかなり軽減できるはずです。もちろん高速道路での走行性能も考慮し、電動モーターのアシストによって発進時のもたつきを解消するアイデアも取り入れました。さて、ここまで聞いて、本当にこんな車が欲しいと思った方も多いのではないでしょうか。しかし現実の自動車業界では、安全性能や部品コストの壁が非常に高く、この価格でこれだけの装備を実現するのは簡単なことではありません。次のセクションでは、もしこのコンセプトが実際に日本市場に投入されたら、消費者やメーカーにどんな影響を与えるのかを想像しながら考えていきます。では、このコンセプトが仮に日本市場に登場したら、どんな反応が起こるかを想像してみましょう。日本ではミニバンは単なる移動手段ではなく、家族のライフスタイルを支える重要な存在です。トヨタアルファードやベルファイアのように高級路線を突き詰めるモデルもあれば、日常使いを重視したコンパクトなモデルもあります。もしこの価格帯で高級ミニバンに近い快適性を持つ車が登場したら、若い世代のファミリー層やコストを抑えたいセカンドカー需要にとって非常に魅力的な選択肢になるはずです。一方で、既存メーカーにとっては大きなプレッシャーになるかもしれません。低価格でありながら先進機能を搭載した車が市場に出れば、価格競争が加速し、消費者にとってはメリットが増える反面、メーカー側は利益率の確保に苦労することになるでしょう。実際、近年は中国メーカーが低価格帯の電動車両で世界市場に進出しており、日本メーカーもこうした流れに対応を迫られています。今回のコンセプトは、そうした未来の可能性を考えるきっかけとしても興味深いテーマだと思います。もちろん、安全性や耐久性といった面で、実際にこの価格を実現するのは容易ではありません。バッテリーの品質、衝突安全基準、アフターサービス網の整備など、クリアすべき課題は山積みです。ですが、こうした、もしもを考えることは、これからの自動車業界がどこに向かうのかを考える上でとても有意義なことだと思います。次は、このコンセプトを実際に手に入れるとしたら、どんな人に向いているのかを考えてみましょう。もしこのコンセプトワゴンが本当に発売されたら、どんな人におすすめできるでしょうか。まず、小さなお子さんがいる若いファミリー層には、価格の手頃さと安全機能の充実がぴったり合うはずです。また、初めて車を持つ若者にとっても、維持費を抑えながら快適な移動空間を得られる点は大きな魅力になるでしょう。さらに、セカンドカーとして買い物や送り迎え用に使いたいシニア世代にも向いていると思います。
運転支援機能や自動ドア開閉機能があれば、体力に自信がない方でも扱いやすい1台になるはずです。最後にまとめておきましょう。今日ご紹介したのは、$11,400という破格の価格を想定した未来的なワゴン型ミニバンのコンセプトでした。繰り返しになりますが、これは実際に販売されている車ではなく、私たち DM オートレビューズが考えたアイデアです。ただ、こうした発想は、これからの自動車業界がどんな方向に進化していくのかを考える良いヒントになると思います。もし将来、こうしたコンセプトに近い車が本当に登場したら、私たちの生活はどう変わるでしょうか。皆さんはどう思いますか？コメント欄でぜひ意見を聞かせてください。今日の動画はここまでです。もし気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回の動画では、また別の視点から自動車の未来について考えていきますので、お楽しみに。それでは、また次の動画でお会いしましょう。DM オートレビューズでした。